世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。今回はですね、先日新しく導入しましたキックとカウンター、これをですね、敵キャラクターも使えるようにしていきたいと思います。こういうね、新しいアクションを作成した時に敵キャラクターにもね、そのアクションをさせたいわけなんですけど、行動パターンをね、構築する際にどれくらいの確率で敵がその新アクションをやってくるかっていうのを設定する必要があるんですね。例えば至近距離だと通常攻撃だいたい 60% ぐらい、キックが 10% ぐらいみたいなね、そんな感じでパーセンテージで割り振っていくわけなんですけれども、もちろんね、そのガードした時とかもね同様で、ジャストガードが 50%、 通常ガードが 40%、 カウンターが 10% みたいな感じでね割り振っていくんですけど、最初はね直感でねそのパーセンテージっていうのを決めることが多いですね。だいたいこれくらいだろうみたいな感じで軽く決めるんですけど、その後にねしばらく戦ってみて、で自分がどう思うのか、実際いい感じなのかっていうのを見ていくっていう作業がありますね。その際にね数値を細かく調整したりすることもあるんですが、引っかからずねそれを動画撮りながらやっていこうかなと思います。あとですね、最近このためねすごい急成長してるみたいでね、登録者の方もたくさんね増えてきて、新規の方もねいらっしゃると思うので、そういう方たち向けにねキックとかカウンターみたいな、いわゆる通常攻撃以外のアクションですね。このゲームではフィジカルアーツなんて呼んだりしてますけど、こういったものをねいくつか取り上げてご紹介していきたいなと思います。このゲームはねそのフィジカルアーツだけじゃなくてマジカルアーツっていうね、いわゆる魔法みたいなものもねあって、今はちょっと1種類しかないんですけど、そういうね魔法みたいなものも入れていくつもりありますよということもね一応ここで宣言しておきたいと思います。それではフィジカルアーツの紹介からいきましょうか。ではまずは人気どころから紹介していきましょうか。このゲームねまだリリースしていないので、何をもってね人気とするかっていう話なんですけど、それはもちろんね YouTube のコメント欄ですね。コメント欄で少しね人気かなって勝手に思ってるやつから紹介していこうかなと思います。まず一つ目がこちらですね。動かずの剣っていう技ですね。両手武器に限るんですけれども、縦切りのねモーション中に四角ボタンを長押しすることによって剣をね地面に突き刺して捨てることができます。こちらですね、単発の縦切りだけではなくて、連続攻撃の途中にあるね縦切りとかでも同様にね四角ボタン長押しで剣を突き刺すことができます。剣を地面に捨てることによってその後の行動がね少し通常より速くなるっていう特徴がありますね。その特性を生かすことによってこのような独特なねコンボ攻撃っていうのもできたりします。名前がねすんげえ中二病だと思うんですけど、これに関しては開発名称なんでご安心ください。ただね、開発名称を中二病チックにしておくことによって僕のね開発のモチベーションが上がるっていうね効果があります。つまり制約と制約ですね。あるいは僕の術式と言い換えてもいいかもしれません。動画で皆さんにこれを共有することによってそれが術式の開示になるわけですね。そうすることによってさらに僕の制約が強まっていく、そんなイメージです。続いては動かずからの派生技悪側斬。突き刺さった剣を引っこ抜きながら強烈な投げ払い攻撃を繰り出します。自分の装備品だけではなく、戦場に元から突き刺さっているような剣や斧も引き抜くことができます。条件が揃えばこんなこともできちゃいます。動かずをどこに設置するかが鍵となりそうですね。戦闘中に使うとこんな感じですね。予備動作が長いので攻撃方向がバレやすいです。ジャスト回避には注意しましょう。敵に当てると吹っ飛ばす効果がついています。動かずからの派生技その2、飛翔撃。突き刺さった剣をジャンプ台にして高く飛び上がり落下攻撃をかわします。通常よりジャンプ力がめちゃくちゃ上がってるっていう感じですね。剣をジャンプ台にしてジャンプするっていうアニメーションがねなかったんでバク宙でごまかしてるんですけど、差し替えたいアニメの一つですね。一気に距離を詰めることができて、ジャスガやパリーもされないので攻めの技として優秀ですね。次はフォースですね。マジカルアーツの中でも最も初歩的なものになっています。前方広範囲にエネルギー波を射出し相手をひるませます。使用するマナポイントは1ポイントです。マジカルアーツを打つ際のコストとなるマナポイント、全キャラ共通で最大値は3になっています。ガードを破る効果に前方への範囲の広さ、攻め込んだ相手にダメ押しで使うのが効果的です。また回避アクション中の相手にホースを当てると転倒させるっていう効果もついているので、避けるのも一苦労ですね。ただし距離の長いサイドローリングには注意しましょう。続いては武器投げアクションですね。現状唯一の遠距離攻撃となっております。入力方法としては動かずと同じく攻撃アクション中に四角ボタンの長押しです。両手武器の場合は動かずに派生し、片手武器の場合は武器投げアクションに派生します。マジカルアーツの一種である転送魔法を使用することにより武器を手元に戻すことが可能ですが、マナポイントを1消費することになるので慎重に使うべきですね。ではどういう時に武器を投げるべきなのか。
それがこういう時ですね。フォースと同じく回避中の相手に当てると転倒効果が付与されるので、安易な引き行動に対してのアンチテーゼとして使っていくのが最も効果的でしょう。また回避中の相手に当てた時は攻撃力も増強されますので、ブレイクを取ってそのままとどめということも可能ですね。そして続いてがタックルですね。一番最初に作ったフィジカルアーツですね。モーションを決めるときにアンケートをね YouTube で行ったりしたんで、結構思い入れの深い技だったりしますね。全武器共通のモーションで素手でもタックルをすることができます。発生はやや遅めですが、敵のガードを破る効果があるので崩し技として最適です。そして今回から敵キャラクターも利用可能になるキックですね。タックルと比べると少しパワーが落ちるので盾を破ることはできませんが、通常攻撃のようにジャストガードによる弾き返しっていうこともされないので、先制攻撃として打っていくのに優秀な技ですね。受ける側としてはサイドステップでかわしてしまうのが最も有利を取れそうです。そして最後にカウンターですね。入力方法をどうしようか悩んでいるっていう以前の動画でね言ったと思うんですけど、結局ガードボタン L1 のダブルクリックでカウンターを発生するようにしました。2回目のガードでジャストガードを取るとカウンターに派生するっていうイメージですね。カウンターに失敗した場合はカウンターのモーションがね途中まで再生されてしまって、その後ね勢い余って数歩ぐらい前に前進してしまうっていうペナルティがつきます。現状成立難度の割にあまりリターンが高くないですね。場合によっては普通にガードで割り込まれたりするので、ただカウンターをね強くしすぎるっていうのがねどうしてもちょっと個人的には好きじゃないんで、体験版とかで皆さんの意見聞きながら調整していこうかなと思います。はい、じゃあ今日はですね、フィジカルアーツやマジカルアーツの紹介っていうのをやってきました。で冒頭でも述べていたキックとカウンターを相手がしてくる確率の話なんですけど、この動画ね全編通して同じ確率で回していました。それがこんな感じですね。で動画見返してて思った感じだと、カウンターに関してはねいい塩梅なんじゃないかなと思います。逆にキックの方に関してはちょっとね連続で使用してる場面とかも見受けられたので、若干パーセントが高いかなと思います。近接攻撃選択時の 10% でキック、10% でタックルになってるんですけど、この2つの数字に関してはもうちょっと下げるべきかなと考えております。あとは確率に頼らない行動パターン選択っていうのもいつかやってみたい要素の一つで、例えば同じ攻撃とか同じ方向からばっかり攻撃していた場合に敵にねカウンターされやすくなるみたいなところですね。そういったこだわったね戦闘 AI っていうものもいつかやってみたいと考えております。今回ねアーツをたくさん紹介してきたんですけど、ぜひね皆さんが考える面白いアーツっていうものをコメントで教えてくれるとありがたいです。フィジカルアーツでもマジカルアーツでも大丈夫です。そしてもしコメントの中にこの意見とか提案めちゃくちゃ面白いなっていうコメントあった場合は、ぜひグッドボタンを押してみてください。ありがたいことにね最近コメントの数がたくさん増えてきたので、もちろん全部読ませてはいただいてるんですけれども、どうしてもね流し読みみたいな感じになっちゃうこともあるので、この意見はすごいぞっていうやつにはねぜひグッドボタンを押して、コメントのね上の方に来るように協力していただけるとありがたいです。ではこれからもね皆さんと一緒に世界一面白いアクション RPG 目指していきますので、よければチャンネル登録をお願いいたします。では今回はこれで失礼いたします。お疲れ様です。